自宅隔離生活、飽きてきましたー。おはようございます。自宅隔離。今日まで22日目 ?3 週間が経ちましたね。いや、めっちゃしんどいですよ。めちゃめちゃしんどい。今ね、洗濯やってるんですけど、もうね、精神吸い取られてる感じ。はぁって感じですよ、本当に。パーマで T シャツ着てますけど、パーマってそれ元気ないもんね、本当に。いやいや。シャロー皆さんこんにちは、すぐるです。皆さんお元気でしょうか。コロナウイルス、すごいことになっていますね。皆さんの住んでいる場所、地域は大丈夫でしょうか。イスラエルは3週間ほど前くらいからこの自宅隔離が命じられて、今もこの自宅隔離生活をして結構飽きてきましたはい、今日はですね、ちょっとこの自宅隔離生活の様子と、イスラエルの現状をですね、少し皆さんにシェアしたいなというふうに思います。イスラエルは2月の終わりくらいから、日本や韓国をはじめヨーロッパのいくつかの、国々が入国禁止になったんですよ。一気にこの感染者が増えまして、僕が今働いているボランティアも3月の半ばぐらいからテレワークが始まりました。そのテレワークが始まったとほぼ同時に、イスラエルの国がですね、このロックダウンをですね、発表しました。先ほども言った通り、もう自宅隔離生活になって3週間が過ぎようとしています。現状のデータなんですけど、イスラエルの感染者が1万と95人、死者が92人となっています。自宅隔離とは言ってもですね、買い物に行くのは OK、必要なものを買うっていうのは OK、犬の散歩が大丈夫でした。ちょっとこれはよくわからないですね。犬の散歩、過去100メートル以内の散歩が許されていました。あともちろんこの病院に行く、具合が悪くなった時に病院に行くっていうのは許されていました。外出は控えてほしいというですね、国の命令なのでですね、基本的に僕も外出していませんでした。イスラエルはこのいつもテロ対策で使うようなこのシステムを今利用していまして、携帯の GPS をですね、探知して、携帯の方にメールが来たりとか、警告みたいなメールが来るんですよね。で、僕はもらったことないんですけど、直接人がね、警察とか来て罰金を取られたりとか、ひどい場合は、逮捕される場合もあります。いやー、イスラエル怖いなと思いますね。僕のね、家の目の前をランニングしてた人もこの間2週ぐらいしたかな。そしたら警察がパーって来て罰金取られてましたね。で、日本では今なんか緊急事態宣言が発動されても結局ランニングと、ウォーキングはいいよみたいな、花見できるやないかいみたいな風に思いましたけど、イスラエルはそうはいきません。今できることというのは、基本的にテレワークをしてますので、作業したりですとか、家の掃除、家事などをですね、やったりしています。暇な時間の時は、友達と話したりとか、インスタグラムでライブやったりとか、読書したり、映画見たりとか、自由時間も自分のやりたいことをやっています。今週の水曜日の日没からイスラエルではペサハ、すり越しのお祭りが始まりました。で、このすり越しのお祭りっていうのはですね、エジプトで奴隷だったけどもそこから解放されたということをですね、お祝いするお祭りなんですね。毎年このペサハのお祭りっていうのはですね、イスラエルのお祭りの中でもとても有名なもので、友達だったり家族、親戚が集まってお祝いするんですけど、残念ながら今年はそれができませんでした。僕も数日前に買い物に行ったんですけども、めちゃめちゃですね、お店は混んでいて、お店に入れる人数も決まってたり、またあるお店では体温を測らせて熱がないか確認したりしていました。ペサハのお祭りのビデオをまた、あげようかなと思っています。今日はですね、皆さんにこの今のイスラエルの状況と僕がどんな感じで暮らしているのかっていうのを見てもらいたくてこの動画を作りました。やっぱ3週間もこういった生活をしているとね、なんか落ち込むっていうかね、ダウンになる時も多いんですよ。やっぱそういう時はね、自分で頑張ってハッピーにしなきゃっていうんじゃなくてね、僕はもうめちゃめちゃ友達に電話したりとか切り替えようとして頑張ってます。自分以上にきつい状況にいる人だったり大変な
状況にいる人が多いと思います。なのでですね、皆さんが一人一人置かれている場所でできることをやって、本当にこのコロナウイルスが一日でも早く本当に収まってですね、元通りの生活に戻れたらいいなっていうふうに思います。当たり前って何なんだろうっていうのをですね、考えさせられるじゃないですか。僕は早く友達とみんなと一緒に遊びに行ったり、ご飯食べに行ったり、そういうのが一番ミッシングですね。でもね、皆さん頑張ってこのシーズン乗り越えていきましょう。皆様の上に神様の豊かな祝福とシャローム、平安がありますように。バイバイ。